無気力に陥った孤独な住人は、ゴミを捨てられなくなった。10年、20年とかいう単位であまり、連絡が取用事なかったし。こんなんしてると思ってへんかった。ちょっと今日の現場は違ってるんです。掘れば掘るほど埃が出てくるんですよ。堀の量からしてだいぶ古い。だいぶ古い。こけたんかなんかで背中の骨。人工透析もしてるんですよ。仕事できへんし。なるほどですね。生活保護もらってんだ、それなりの生活しちゃうんだ、やっぱり。はい。今、まさに起きている。現場のリアルが見えてくる。関西クリーンサービスの日常に密着した。皆さんこんにちは。今回の担当ナビゲーターは太田俊也。関西クリーンサービスが誇るエキスパートの一人だ。これまで数々のゴミ屋敷を片付け、正常な住まいを取り戻してきた。本日も清掃に入らさせていただくんですけども、問題としてはこういうちょっとゴミ屋敷になってるっていう問題もあります。よく見てるとコンビニのトレイとか、こっちももう袋にガサってまとめてもらってるのもそうやし、奥にもあるような状況です。今回作業させてもらうこの現場に、その問題がもう一点あるので、それは後々後でお話しさせていただこうかなと思いますので、まずは片付けですね。はい。で、また部屋の状況とかも確認しながら後で説明させていただきますので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。初めて部屋に訪れた時の状況を依頼主が語ってくれた。兄が一人暮らししてたんですけれども、今年1月頃から入院してしまって、家に連絡があって来てほしいって言われて、それで家賃とかも払わなきゃいけなかったので、家賃の明細書みたいなのが部屋のポストに入ってくるんで、それを見に部屋に来たんですけれども、扉開けたらこんな状態になってたんで、どうしたらいいのか分からなくて、背中の骨を折ってるんで、階段3階まで上がるのが無理なんで、それでもう引っ越ししなあかん、いけなくなったんですけれども、引っ越しするにあたってこう片付けやな、いけなくなったんで、それでどこかいいとこないかなと思ってたら、新聞の広告に入ってたんで、ここでお願いしようかなと。なるほどですね。お兄さんは、骨折骨折られてる？骨、もともと、でもはっきりわからないんだけども、人工透析もしてるんですよ。なるほど。その糖尿それ病はなんかで。風から来たって言ってたけど、その人工透析してなんか骨がもろくなるのかな。それでもう、なんかこけたんかなんかで背中の骨。背中の骨を。それで人工透析したら障害者でしょ。なるほど。だからもう週2回やからもう仕事できへんし。ゴミ屋敷住人は重い病にかかり、生活保護に追い込まれていた。そんな状況が見えてきた。最近になって骨折されたんで、引っ越すっていうような。もうちょっと無理かな思って、3階。なるほど。それもちょっと、やっぱりもうちょっと家賃の安いところ。なるほどですね。それもあったし。なるほど。生活保護もらってんだ、それなりの生活しちゃうんだ、やっぱり。と思って。病気、生活保護、ゴミ屋敷。さまざまな問題を抱えた孤独な住人は、家族に助けを求めた。
ちょっと中の状況を確認していきたいのですけども、まずこう玄関ですよね。新聞のチラシとか、ね、そういった分類が結構こう玄関で積み重なってるのがまずいきなり見えるのと、もう早速ですけどオープニングでも話したような形でここに袋に詰めたゴミが重なってます。でこっちですね、キッチン。日頃は料理もしてるのかなっていうのはね見えますけども、多分最初は料理してたけど、もう後半はもうずっと外で買ったお弁当とかばっかり食べてたのかな。はい、もうこの辺は基本的にもうコンビニの食べかすとかそんなばっかりですね。はい、じゃあちょっと奥行きますね。でここが要はよく言う谷になってるところになるので、多分この辺りで寝転んだり寝てたりしたのかな。でここにもこう食器があったりするので、多分ここで食べたり飲んだりして拭いて、で食べたり飲んだりして捨ててっていう感覚だと思います。こういうゴミね、たくさん積まれてるんですけども、やっぱよく見ると結構雑誌系が多かったり、結構バイクとか、あとこういう戦闘ガンで、あと洋服もそうですよね。ちょっとこだわってますよね。ああ、本当ですね。アメリカの戦闘機とか、そういう映画とかで見るようなね、本当に好きな人が好きなようなジャケットが多いですよね。なんか僕の感覚としてはこれを避けるとここにめちゃくちゃ雑誌がありそうな予感がします。紙類ですね。ほらほら、本当ですね。そうですよね。こう、料理の本とかが結構本当に多趣味ですよね。多趣味ですね。保護され管理された住人は本で紹介された世界に思いを巡らせたんだろうか。今回お見積もりを来させていただいて、そのお見積もり書を出す先なんですけども、住まれてた方ではなくて役所の方に、提出となってます。その役所の方で、決済大丈夫ですよっていう、OK をもらってからの作業決定ということになりまして、一体なんでなのかっていうところなんですけども、原則として生活保護を受給される方については、決められた受給額以上にお金が必要なことはできないことになっているんですけども、今回のように入院等でどうしてもお金が必要になった場合は、その支払い支出に関しては国や役所が管理判断の上許可される場合があります。ちゃんとそういった決まりも承諾確認管理とかそういうところでちゃんと精査じゃないですけど確認した上でOK が出て、やっと私たちも作業が入れるところであります。やろうか。はい、ありがとうございます。作業はどういう風に進めるんですか？とりあえずこうまとまってるやつ先出していこうかなっていうのはあります。はい。でそこから細かい部分仕分けていければなと思うので、これは何が入ってるかわからないので、一個一個開けて調べていくんですか？そうですね。ライターとか入ってたらちょっとまずいんで、入ってるんですよ。結構綺麗ですよ。使用してなさそうな。ほんまにこういうの好きなんでしょうね。なんでですかそれ？多分やっぱ経理系のおっしゃるかな、株式会社って書いてある。堀の量からして結構もうだいぶ古いです。だいぶ古いんですか？
旦はお兄様とは連絡は取られていましたでしょうか？ないです。多分入院しなかったら連絡取ってなかった。なるほどなるほど。どれくらいの間疎遠になってたっていうか、ご連絡取ってなかったんでしょうか？はい。姿は見たことあんねんけど、はい、家は初めて来た。ああ、なるほど。父が具合悪かったりしたんで、そんな病院とかで何回かはあったことあるけど、まあ10年、20年とかいう単位であまり、まあ連絡が取って用事なかったし。なるほどですね。ちょっと作業してて思ったんですけど、ちょっと今日の現場は違ってるんです。違ってるというか、埃すごくて、わかります？掘れば掘るほど埃が出てくるんですよ。結構舞いますね。舞ってますよね。ね。はい。換気もしてないと思うんですよ。全然。環境としては良くないですよね。もう全然良くないです。お兄さんの人柄っていうようなところはいかがですかね？もう昔のしか知らんから。ああ、なるほど。あ、そっか。もう疎遠になられてた。本当に、はい、普通、別に変わったことも。なるほど。こんなんしてると思ってへんかった。あ、確かに。まあ昔から考えるとゴミ屋敷状態になってるっていうのは。人ではない。ああ、なるほど。はい。幼少期のお兄様っていうのはどういうような性格の方でしたでしょうか？はい。そんなに活発な子ではなかった。なるほど、なるほど。細かいことが好き。はい。パソコン。はい。自分で作ったりとか。ああ、なるほどですね。そういうのが好きみたい。細かいのプラモデルとか、そんなの好きみたい。どちらかといえばインドア。ああ、そうですね。昔はご家族で遊びに行ったりとかっていうのは。はい。家族で遊びにあんまり行ってないかな。家庭環境が良くなかったりなんか良くないから。これってどういう状況？いや、もうほったらかしてて、ずっと今日のまんまで、はい、でずっと閉めっぱなしやった。もうこう、はい、単身のこういうのってちょっと氷が張った状態でもう全く開けてはらない状態です。結露とかがそうですねがもう合体してるような重なって。そうですそうですそうです。なんか節約しちゃったから。ああ、そうですよね。飲むように水を多分やってはったね、保管されてたっていうことですよね。こういうとことか、その上とかは綺麗なんですよ。全く。ああ、なるほど。調理もなんか一応してたみたいな感じの、だから汚れ、はい、中との違い見てもらったらそんな感じなんですよ。なるほど。まあ確かに料理されてるみたいですね。してはったと思うんです。その汚れ具合。ゴミ屋敷になってしまう原因は何なのか。その一つがセルフネグレクトだと太田は語る。ゴミがあって、足の踏み場がない、そんな中で生活しているっていうのはとてもじゃないけど耐えられないと思います。でも、こうなってる要は精神的に追い込まれて自分自身をだんだん虐待してしまう、すなわちセルフネグレクトと言われる状態になってしまっている。セルフネグレクトはめちゃくちゃ怖いです。本当に違った言い方でするとゆっくりとした自殺って言われてます。自暴自棄になってもう自分の人生はもうどうでもいいという状況に本当になってしまうので、こういったゴミ屋敷とか孤立っていうのに原因につながっていくんじゃないかなと思っております。日本に160万世帯いる被保護世帯。その約 52% が一人暮らしの高齢者と言われている。今回の住人の方のようにご病気と貧困に悩まされている方も世の中にはたくさんいらっしゃいます。
そういった方々が一人ぼっちでいる現実があるんです。実はですね、日本で生活保護の単身高齢者がものすごい勢いで増えてきています。この方々は貧困のどん底にいて、かつ一人で暮らされている、非常に孤立化しやすい環境に置かれていると考えられます。作業開始から6時間。すべての作業が終了した。うわ、綺麗にしてもらうわ、めっちゃ綺麗。こんな広かったんの。めっちゃあったでしょ、ほんな。いやもう、下も見えへんぐらい多めやったから、どんな部屋かなんか全然わからへんかったからな。すごいにしたこと。とても感謝してます。はい、お疲れ様でした。なんとか、本日の現場ですね、終わらせることができました。関西クリーンサービスではゴミ屋敷もちろん、生活保護受給者の方のお引っ越しや、片付けを承っておりますので、ぜひご依頼いただければなと思います。で、プラスゴミ屋敷で本当に悩んでいる方たくさんいらっしゃると思います。隠し事だったりだとか、もうぜひ一歩を踏み出して弊社に当社にご相談ねいただければなんとかできると思いますので、ぜひぜひご連絡をお待ちしております。最後にはなりますけども、引き続きご視聴、チャンネル登録よろしくお願いいたします。登録していただけるとすごく励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。